アミ、小さな宇宙人。去年の夏のある日、僕はおばあちゃんとバカンスに海辺の温泉場の家を借りた。もう夏も終わりかけていたので、人の数もまばらだった。夕闇が迫っていた。僕は一人、高い岩の上に座り、海を眺めていた。突然空に赤い光が見えた。それは火花を散らしながら、僕のいる目の前の海に何の音も立てずに落ちた。僕はとても怖くなってきて、おばあちゃんに知らせに行こうかと思った。でも少し様子を見ることにした。誰かが泳いでやってくる。きっと助かったパイロットだろう。近づいてきたとき、それが子供であることが分かった。僕のところまでたどり着き、にっこりと微笑んだので、僕もやっと落ち着いた。優しそうな子供の顔をしていた。何が起きたのか尋ねてみた。彼は、不時着だよ、と笑って答えた。パイロットはどうしたの？別に異常ないよ。君のすぐ横に座っている。え？とても驚いた。この子は僕と同じくらいの年で飛行機が操縦できる。すごい。きっと彼の両親は大金持ちだろう。飛行機なくして悲しくないの？なくしてなんかいないよ。と、わけのわからない答えをした。でも、どうやって海の中から引き上げて修理するの？それとも、それはちょっと無理かな？引き上げられるよ。君、なんて名前？ペドロ。と答えたものの、何か気に入らなくなってきた。どうして僕の質問に答えないんだ？怒らないで、ペドリート。怒らないで。年はいくつ？もうすぐ10歳。君は？君が思っているよりもずっと上だよ。と言ってベルトからラジオのようなものを取り出した。スイッチを入れると見たことのない記号が光って現れた。何かを計算してその答えを見て笑っていった。いやいや、言わない方がいいだろう。君はきっと信じないからね。僕は彼の顔をじっと見た。8歳以上にはどうしても見えなかった。にもかかわらず飛行機のパイロットだ。突然彼がこう言った。宇宙人って本当にいると思う？答えるのに時間がかかった。普通の子供に飛行機の操縦なんかできっこない。君、本当に宇宙人なの？恐る恐る聞いてみた。もしそうだとしたら怖いかい？少し驚いた。でも
彼はとても温かい目をしていた。じゃあ君は悪者なの？多分君の方が僕より少し悪い子だよ。だって地球人だからね。じゃあ本当に君は宇宙人なの？驚かないでね。この宇宙にはたくさんの命があるんだよ。たくさんの優しい人たちが住んでいるんだよ。どういうわけか、彼の言葉は不思議な効果をもたらした。僕の目にたくさんの宇宙の星の住人たちが見えてきた。彼が他の星の人間だということを受け入れることにした。でも、どうして地球人のことを悪い人だというの？彼はうっとりと空を見ていった。なんて美しいんだろう。あれがプレアデス。素晴らしい星だ。今度も僕の質問を無視している。また気分が悪くなってきた。地球だってみんながみんな悪者じゃないって言ってるだろう？どうして僕たちのことを悪者だなんて言うんだい？そんなこと言っていないよ。海に映った月をじっくり観察したことある？わざわざ僕に海に映った月をよく見るように言いに来たのかい？多分そうかもしれない。僕たちは宇宙に浮いているってことに気がついたことある？これを聞いてもうはっきりわかった。この子は自分を宇宙人だと思い込んでいるんだ。だから変なことばかり言うんだ。彼の空想を信じた自分が情けなくなり腹が立った。彼の鼻面に一発パンチをしてやりたくなった。でもどうして？僕の鼻そんなにかっこ悪いかな？全身が凍ったようにゾッとした。僕の考えていることがわかるんだ。恐る恐る彼の顔を見た。ひょっとすると本当かもしれない。ひょっとしたら心の中を読むことができる宇宙人かも。でももう一度試してみないことには。今僕は何を考えていると思う？と言って誕生日のケーキを想像した。今まで試しただけじゃまだ十分じゃなかった？試したって何のこと？いくつものろうそくつけたやつ？腹に一発パンチを食らったような気がした。自分の愚かさに気がついた。僕は彼に謝った。彼は少しも不快に思わなかったらしく、ただ笑っていただけだった。彼は海面にちらちらと映る月の光にうっとり見とれていた。
なんて美しいんだろう。あの月は宙に浮いたまま決して落ちてこない。ペドリート、君の星はとても美しいよ。君の星は美しくないの？ああ、もちろん美しいよ。そしてみんなそのことを知っていて、とても大切にしているんだ。地球人のことをあまり良くないと彼が言っていたことを思い出し、その理由の一つが分かったような気がした。僕たちは自分たちの地球を大切にも守ろうともしない。それどころか平気で壊してさえいる。でも彼らは自分たちの星をとても大切にしている。君、なんて名前？言えないよ。どうして？秘密なの？とんでもない。秘密なんか何もないよ。君たちの言葉にはそれを表す音がないんだよ。それって僕の名前の音だよ。じゃあ君のことなんて呼んだらいいんだろう。アミーゴ、友達と呼んだらいい。実際その通りだし、僕はみんなの友達だからね。じゃあアミって呼ぶことにするよ。その方が短いし、ずっと名前らしいからね。とてもいい。それにしよう。二人は手を取り合って喜んだ。その胸につけているマークは何なの？これは僕の仕事のバッジだよ。二人でしばらくの間話し込んだ。僕、もう帰らなくちゃ。おばあちゃんが心配するから。大丈夫だよ。まだ眠っているから。でも心配だ。心配だって？なんてバカなことを言うんだい？どうしてバカなことなの？まだ現実に起きていない先のことをあれこれ心配するのではなく、今起きていることに当たることの方が大切なことだよ。起こらなかった問題やまだ起こってもいない問題を心配して頭を悩ませて生きていくのをやめて、もっと今という時を楽しむようにしなくちゃ。人生は短いんだ。もし現実に何かの問題が起きた時には、それに全力で当たって解決すればいいんだ。この今という瞬間を、こんな美しい夜を十分満喫しなかったら、なんと愚かなことだろう。どうして実際起こりもしないことに頭を悩ませて今を犠牲にしなくてはいけないんだい？でも僕のおばあちゃんは現実にいるんだから。でも今は何の問題もないんだよ。でもとても心配だ。
ああ、まったく地球人ときたら。わかったよ。じゃあこれから君のおばあちゃんを見てみよう。アミは小型のテレビを取り出し、スイッチを入れた。画面に家に続く小道が現れた。夜だというのに明るく見えた。家の窓から入り込むと、ベッドでよく眠っているおばあちゃんが映った。寝息まで聞こえてくる。あの機械には本当に驚いた。このおもちゃは僕が自分で作ったんだよ。君が作ったって？君たちは全く天才なんだね。そんなことはないよ。例えば君、掛け算できる？もちろんできるよ。そしたら君だって天才だよ。掛け算を知らない人から見ればね。本当にその通りだね。いつか地球でも君が作ったようなものが発明される日が来るだろうか。わからないね。わからないって君は何でも知っているはずだよ。そんなことはないよ。未来のことは誰にもわからないからね。もし未来が前もって分かってしまったとしたら、人生は全く意味を失ってしまうだろう。それ、どういうこと？例えば、地球が将来救われるかどうかということだよ。救われるって、地球が一体何から救われるの？何言ってるの？地球の汚染や戦争や核爆弾のこと、何も聞いてないの？ああ、それなら聞いている。ということは、地球も悪者の世界と同じく危険にさらされているということなの？可能性はかなり高いね。科学と愛のバランスが科学の方に異常に傾きすぎている。何百万ものこういった文明が今までに自滅してきているんだ。今、地球は分かれ道にある。危険そのものだよ。今まで一度も地球の破滅や第三次世界大戦について考えたことがなかったので、驚いてしまってしばらくの間考え込んだ。なんとか戦争や人類の破滅から地球を救う良い方法はないかと考え始めた。宇宙人が力ずくで地球の権力を握り、爆弾を消滅させ、平和に生きるよう強制するというのはどうだろう。君はどうしても地球人の考え方から離れられないんだな。どうして？力ずくとか破壊するとか強制するとかいったことは皆地球人や未開人のやることであり、
暴力なんだよ。人類の自由とはもっとずっと神聖なものなんだ。一人一人に皆価値があり、大切にすべきものなんだよ。そして暴力や無理やり強制するといったことは宇宙の基本法を破ることでもあるんだよ、ペデリート。じゃあ君たち宇宙人は戦争はしないの？我々は戦争はしない。なぜなら神を信じているからね。彼の答えにはとても驚いた。僕も神を信じてはいたけれど、最近は神父様とかあまり頭の良くない人だけが信じているものと思っていた。だって僕のおじさんは大学で核物理学をやっている科学者で、知性は神を殺したっていつも言っていたから。僕は宇宙人が違和感なく人々の前に姿を現すには、少しずつ姿を現していって、人々がだんだん慣れていくようにすればいいと思った。我々もそれに似たことはやっている。しかしはっきりと姿を現すのは法によって禁止されているんだ。法ってどんな法？宇宙の法さ。君の世界にも法はあるだろう。文明世界にも守らなければならないルールがあるんだ。その一つは未開世界の発達進歩に関わらないということなんだ。未開世界だって？3つの基本的な必要条件をクリアできていない世界のことを我々は未開世界と呼んでいる。その3つって一体何？文明世界と呼ばれるための3つの必要条件は、1つ、宇宙の基本法を知ること。2つ、世界の統一を図ること。3つ、宇宙の基本法に基づいた世界を作ること。よくわからないな。その基本法って何のことなの？何のための？どう？やっぱり知らないだろう。君は文明人じゃないよ。僕はまだ子供だよ。でも大人は多分知っていると思うよ。科学者とか大統領とかもっと偉い人はね。アミは大笑いをして、大人？科学者？大統領？ごくわずかな人を除いて、彼らほどそのことを知らない人たちはいないよ。一体どんな法なの？もっと後になったら教えてあげるよ。本当に？大統領でも知らないことを教えてもらえるかと思うと、なんだかとても興奮してきた。そして未開文明の惑星に関わることは宇宙の方で禁止されていることについて考えた。
君はその法を破っている。僕ははっと気がついていった。えらい。それに気がついたのかい？そうさ。関わることは禁止されていると言ったにもかかわらず、君は僕と話をしている。でもこれは地球の発展進歩への関わりとは違うんだよ。君のようなある特別な人を通してわずかにほのめかすことしかできない。これは救済計画の一部なんだ。ペドリート、僕はすぐ行かなくちゃならない。また僕に会いたいかい？もちろんだよ。短い時間に君をとても尊敬するようになった。僕もだ。でもまた戻ってきてほしいなら、僕と一緒にいたことを一冊の本にしなくてはいけないよ。僕はそのために来たのだし。これも救済計画の一つなんだ。僕が本を書くだって？そんなのできっこないよ。小説を書くのが趣味の君のいとこに手伝ってもらえばいい。子供の童話のように、おとぎ話のように書くんだ。そうでないと人は皆君を嘘つきか頭がおかしいんだと思うよ。その本は情報の一つになる。でもこれ以上のことは我々には禁止されているんだ。アミー、僕とても心配になってきた。宇宙の大災難がかい？もうとても遅すぎると思うんだ。遅すぎるって人類を救うことがかい？寝るのがだよ。アミは大笑いをして、わかった。じゃあ行こう。最初の四つ角に出てから海の方へ曲がった。さあ、家に着いた。君はもう寝るかい？もう本当に疲れ果てた。これ以上無理だよ。アミはどうする？円盤に戻って別の星でも一巡りしてこようと思う。君を招待したかったんだけどね。そんなに疲れているんじゃ仕方がない。空飛ぶ円盤に乗れる。こんなチャンス二度あるかわからない。疲れなんかどこかに吹っ飛んで全身エネルギーでいっぱいになった。僕もう眠くなんかないよ。本当？本当に円盤に乗せてくれるんだね。もちろんだとも。僕たちは海の方へ向かって歩き出した。